ターのあきです。こちらのチャンネルでは簡単に描けるちょっと癒しのおしゃれなアートのご紹介をしています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今回は秋の風景画の描き方をご紹介したいと思います。秋に入って少しずつこちらの絵を描いていたんですが、すっかり冬も深まってしまいました。でも好きな季節の絵がお部屋にあったら、その季節が過ぎても窓から好きな季節が見えるみたいで素敵だなと思い、少し季節違いですがご紹介することにしました。よかったら秋を懐かしく思い出しながら楽しんで見てもらえると嬉しいです。最初は空と地面を描いています。空は昼下がりの柔らかい空にしたかったので、水色と薄黄色をグラデーションしながら塗ってみました。続いて一番奥の木々の葉っぱなどを描いていきたいと思います。風景画は奥のものから順に描いていくと描きやすいし、自然な感じになりやすいです。奥は影になっている葉っぱを想定して少し暗めの緑で塗ることにしました。葉っぱはスポンジでこのようにポンポン描くと繊細な感じになると思います。大体の葉っぱが描けたら、その木々より少し手前の木々も描いていきます。遠近感を出すためにさっきよりも手前はさっきの色よりも少し鮮やかな黄色やオレンジで塗ります。ポンポンするときはあまり均等に塗らずにランダムに塗っていくと本物らしくなると思います。葉っぱが描けたら薄く細く枝も描いていきます。さらに手前の木々も描いていきます。先ほどの木々よりも少し濃くなるように濃いめの黄色や黄土色、茶色などを使います。奥のものから手前のものを描くときに色をだんだん濃くしていくと遠近感が出やすいみたいです。ドライヤーで少し乾かして枝も先ほどより濃い色で描いていきます。枝の太さも奥のものより手前のものを太くすると遠近感が出やすいです。ちなみにこちらの風景は南フランスのある秋の風景の写真を見ながら描いています。可愛いお家や塀があったりおしゃれな感じだったので、今回の風景画にすることにしました。皆さんは今年の秋どこかお出かけされましたか？よかったらいろいろコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。こちらの下の地面は小川を描く予定で、ちょっとアシンメトリーな橋を描いてお家を描いていきます。部屋屋根はレンガっぽくベージュや茶色、いろいろな色で柄を描いていきます。続いて一番手前の木々を描いていきます。一番手前の木は光と影の部分を描いて、奥の木よりもリアルに描いていきます。
上半分が風景らしくなってきました。続いて小川の部分を描いていきます。小川の端は土手のような感じで少し盛り上がってる部分があったので、緑やベージュ、茶色を使って絵が入ったような色合いで塗っていきます。立体的にするために少し濃い色で影も塗っていきます。明るい色を作って陰影もつけていきます。続いて落ち葉の部分も色を重ねていきます。落ち葉はいろんな色や形の葉っぱがあるので、オレンジ色っぽい色でポンポンしたり、黄色や枯れた緑のような色で筆で描いたりしてみました。次は小川の水面の部分を描いていきます。小川は透明な川っていうよりも近所にあるようなちょっと濁った感じにしてみました。水面は真ん中の方は濃く深いような感じで描いて、その上から横線で水面の感じを描いています。水面は本当に難しくて、映り方などは実際の景色を見て描いたらきっとより本物らしくなるのかなとも思うんですが、空想の景色の中だけに存在する曖昧さとか矛盾っていうのも描く人の表現とか味の一つで、それはそれでいいのかなと思います。続いて水面に落ちた落ち葉を描いていきます。黄色やオレンジ、茶色の落ち葉を手前は少し大きめに、奥は小さく描いていきます。少し見づらいんですが、葉っぱの下に水面の濃い色で影を描いていきます。今までの YouTube はどちらかというと簡単にできる、あまり書き込み量の少ないニュアンスアートや重層アートなどのインテリアアートが多かったんですが、チャンネルを見てくれてる人は自分が書く人じゃない人もいらっしゃると思うので、こういった出来上がる過程を最後まで楽しめるような書き込み量が多い作品も見て楽しめるのかなと思って挑戦してみることにしました。今回書く前に他の方の光の描き方とか木の描き方などを勉強してみたんですけど、いつものように感覚で描くのもすごく楽しいし癒しになるんですけど、描き方を勉強して実際に描いてみると、料理のレシピを見て実際に自分の手で料理をする時みたいに美味しくなるかなってワクワク期待しながら楽しく作品を作るのもいいなと思いました。最後に明るい黄色と白を混ぜた色で日の光を描いています。日の光は筆には水を含ませずに少しだけ絵の具を取ってできるだけまっすぐになるように描いています。最後に影の部分を描いて完成です。まだ寒い日が続きますが、絵で秋の
過ごしやすさを思い出してもらえたら嬉しいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。